皆さんこんにちは、ひよりです。日本語ひよりでは日常の意味のあること、ないことを親しみやすい日本語で話します。文字起こしのテキストは概要欄からチェックしてください。はい、皆さん今日もお元気でしょうか？私は元気です。最近ですね、私が大好きな桜が咲いております。今日は2025年4月の2日。もう4月ですね。はい、やっと桜が咲き始めて、山を見ると山桜っていう山に咲く桜がね、咲いてて、こう山全体が桜になるわけじゃない、桜が咲くわけじゃないので、こうところどころピンク色になってて、なんというかな、パッチワークみたいな感じですごくこう華やかになってて、わあ、春が来たなぁと感じておりますが、皆さんの地域ではどんなお天気でしょうか？はい。今日はですね、私のちょっとオタクの話なんですけど、日本のお笑い文化についてお話ししようと思います。はい。私実は K-POP オタクでもあり、お笑いオタクでもあります。まあ、学生の時かなり好きで、こう、いろんな動画を見漁ってたことがあったんですけど、まあ、会社で働き始めて、ちょっとその熱が落ち着いたんですが、最近また熱が上がってきております。はい、オタク熱が上がってきております。っていうのも、仕事の合間とか、運転してる時とかに、お笑い芸人さんのポッドキャストやラジオを聞いて、はははって笑ったりとか、YouTube 見て笑ったりとか、ネタ動画を見て笑ったりとかして、こう、ストレス発散をしています。はい。今、お笑い芸人さんと言いましたが、お笑い芸人というのはコメディアンですね。プロでお笑いをしている人たちです。はい。日本ではいろんなスタイルのお笑いがあります。はい。大きく分けて4つぐらいですかね。一つはこう昔からある伝統的なお笑いで落語と呼ばれるものです。これは一人の話し家さんという、これは芸人さんとは呼ばなくて、話し家さんという人が座布団の上にね、座って、で、お話をするんですけど、いろんなキャラクターをこう演じながら物語を面白く伝える、まあ歴史あるお笑いです。はい。これは私は時々テレビで見るかなという感じで、あまり見ませんかね。でもすっごく面白いです。やっぱお話が上手で、演じることがすごく上手なので、聞くとすごく面白くて、はい、笑えるお話がたくさんあります。で、ここから3つ、この後3つお話しするのが、まあ、最近の新しいお笑いですね。一つが漫才です。漫才。漫才はだいたい2人組のコンビと呼ばれる芸人さんが、1人がボケ、1人がツッコミの役割をして、2人で話をしながら笑いを作るスタイルです。ボケというのが、変なこととかおかしなこと、面白いことを言う人。で、ツッコミっていうのが、その変なことに対して、なんでだよってこう突っ込むっていうんですけど、突っ込む人なんですね。はい。これが日本でいうお笑いの中でも一番人気があると思います。はい。で、大きな番組の一つが M1 グランプリという番組で、これは漫才の一番を決める大会です。これ毎年クリスマスあたりにテレビで放送するんですけど、私一年の中で一番楽しみにしてるテレビ番組です。はい、M1 グランプリね。で、M1 グランプリ、ネットフリックスで見れたと思うので、もし気になる方がいれば見てみてください。で、新しいお笑いの二つ目が
コントです。コントも2人組とか3人組もありますかね。コンビやトリオと言いますが、芸人さんが、これは短い劇みたいなものをします。はい。設定とかキャラクターがあって、そのストーリーで笑いを作るっていうスタイルです。はい。で、これは有名な、これも大会があって、それがキングオブコントというものがあります。はい。コントもね、面白いんですよね。で、最後がピン芸人っていう一人の芸人さんが漫談って言って、スタンダップコメディみたいな感じ、立って話すようなスタイルだったり、コントみたいにストーリーを作って、でも一人で演じるようなものがあったり、結構いろんな一人の芸人さんが作るいろんなスタイルがあるんですけど、ピン芸人の、はい、お笑いもあります。これも R1 グランプリっていう有名な大会がありますね。はい。私は漫才が特に大好きなんですよ。で、特にしゃべくり漫才っていう二人の芸人さんがただ話すだけ。ステージにはセンターマイク、なんだろ、三八マイクって名前かな。マイクがあって、で、二人がステージに立って、はい、もうそれだけです。あとはもう話だけ。で、お客さんを笑わせるっていうのが、かっこいいなーって子供の頃から思ってました。そう。なんでこんなにお笑いが好きなのかっていうと、私大阪出身なんですけど、お笑いの文化って大阪発祥なんですよ。大阪にはお笑い文化っていうのが根強くて、週末には吉本新喜劇っていう、これもまた今話したスタイルとは違うね。はい。もうたくさんの人、15人、20人ぐらい演者さんがいて、ステージで、コントのようにストーリーを作るんですけど、かなり長いストーリーで、その中でお客様を笑わせるっていうスタイルが新喜劇っていうんですけどね、それを週末にテレビで放送してるんですよ。で、そういうのを毎週のように見てて、こう家族と一緒に笑うっていうのもあるし、で、大阪のローカル番組ではお笑い芸人さんがたくさん出てるので、お笑い芸人さんのロケ番組っていうのは、街に行っていろんな街の人とお話ししたりして、こう街を紹介したり、レストランを紹介したりするのをロケ番組っていうんですが、そういうのを芸人さんがやってたりするんですね。うん。そういうのを見てガハガハと子供の頃から笑ってたので、こう育ちながらもう自然にお笑い文化に浸ってたっていう人生なんですよ。うん。で、こうテレビ番組だけでは飽き足らず、YouTube とかで漫才とかコントっていうのを検索してね、見てました。お笑いの面白さがわかると、なんだろうな、こう、日本語学習者として皆さんの立場として、お笑いで笑うってなかなか難しいと思うんですね。なんでかっていうとかなりスピードが速いし、で、日本文化にかなりこう、つながりがある話。はい。日本文化を理解してないと笑えないポイントがいっぱいあるから、言語だけじゃなくって文化も深く理解しておかないとわからないんですよね。だから私が英語のアメリカとかのスタンダップコメディを見ても、英語がわからないっていうのもあるし、文化がそもそも深く理解できてないから、これはなんで面白いのっていうポイントがあったりして、まだまだ私難しいんですよね。なので皆さんも、こう、大体なんかアニメとかドラマとかも分かってきたかなっていう人が、はい、このポッドキャスト聞いてる人多いと思うんですが、
もし興味があればお笑い次チャレンジしてみてください。バラエティ番組でもいいと思います。はい。おすすめはアメトークっていう芸人さんが出てるトーク番組ですね。お話しする番組で、毎週一つのトピックについてみんなで面白おかしく芸人さんが話す番組です。はい。こういうのを見てると、こうお笑いのノリっていうのかな、はい、とか話し方とかどうやって笑いを取るのかとか、そういうところが見えてくるんじゃないかなと思います。はい。最後に私がハマってる芸人さんをご紹介しようと思います。もし興味があれば調べてみてください。最近ハマってるのはまゆりか、カタカナでまゆりかっていう男性2人の、はい、幼なじみコンビです。あとは女性のコンビで紅生姜っていうコンビとか、あとすっごく有名な芸人さんでいうとかまいたち、ひらがなでかまいたちとか、千鳥とか、コント芸人さんは男性ブランコも面白いし、ロングコートダディ、長いね、ロングコートダディ、カタカナで、はい、この芸人さんもめっちゃ面白いですね。もっと私は大好きな芸人さんがいっぱいいるんですが、今ハマってる芸人さんはこんな方たちです。テレビだけじゃなくて YouTube チャンネルを持ってる芸人さんも多いので、結構 YouTube だとテロップって言ってね、文字がこう編集で入ってるものが多いですから、日本語聞きながら、映像も見ながら、テロップも読みながら、日本語の勉強にもなるんじゃないかなと思います。ただ一つ注意点は、さっきも言った通り、お笑い文化って大阪から生まれたものなので、大阪とか関西出身の芸人さんが多いんですよ。なので結構たくさんの芸人さんは関西弁を話す人が多いです。はい。なので関西弁のリスニング練習にはなるんですが、皆さんすっごく面白いので、ぜひぜひ見てください。もうこれはオタクなので、もっともっと皆さんに喋りたいことがあるんですけど、これはおいおいまた別のエピソードで話していこうと思います。はい。今日はね、日本のお笑い文化についてご紹介しました。ぜひぜひ YouTube やインターネットで調べてみてください。そして皆さんの地域でもこういったお笑い文化、コメディ文化っていうのはありますか？どんなスタイルのお笑い文化がありますでしょうか？ぜひコメントで教えてください。有名な芸人さんとかね、コメディアンさんとか、お名前とかコメントで教えてもらえると私も調べてみてみたいなと思います。はい、では今日も聞いてくれてありがとうございました。今日も皆さんにとって日本語日和になりますように。またねー。